皆さんこんばんは。ゲスク屋の管理人です。一応ですけど、僕のいとこのスナクちゃんは眩しいものを見ると溶けちゃう引きこもり。そんなスナクちゃんをレディーにすれば、お家賃はただとママに言われて、傭兵たちは大奮闘。スナコちゃんには必要なんじゃないの？ああいう誰の中にもきっとあるのよ、本当の愛。愛とかわかんねえけど、俺たちだってお前のことすげえ思ってんだよ。ブディヒロシ君が帰ってきて一件落着と思ったら、ママが急に帰ってきてスナクちゃんがレディーじゃないのがバレちゃった。どうする恭平。バレちゃとても大和なでしこには見えないけどね。終わった。俺の家賃。このお漬物私がつけたの。このお刺身は昆布締め。おばちゃん生魚苦手でしょ。すなこちゃんありがとう。ママ、美味しいよ。食べよう。そうだよおばちゃん、美味しいよ、食べようよ。すなこちゃん料理上手だしね。誰が飯炊きおばさんにしろって言ったのよ。レディーよレディー。なんなのあの格好。ごめんなさい。かわいそうにまだ21だというのに、こんなに初対人見ちゃって。それは俺らのせいじゃねえっつうの。分かったよおばちゃん。俺が今すぐスナコちゃんを大人の女性にしてくるから。いった最後のチャンスよ。3日以内にすなこちゃんをレディーにしてちょうだい。3日？う。どうして3日？ 3日後がお見合いだからよ、すなこちゃんの。お見合い？イケメン。そんなイケメン？誰かを愛するって素敵なことよ。人生が変わるわよ。毎日がバラ色よ。おまけに相手は財閥の跡取り息子、超お金持ち。やっぱりこんな完璧な相手はそうそういないわよ。いい？お見合いまでにすなこちゃんを必ずレディーにすること。でなきゃ家賃ただは取り消しよ。大丈夫？嫌です。お見合いなんて。行くだけ行って断りゃいいからさな。頼む、俺の家賃。お見合いから始まる恋もあるかもしれないしさ。恋ならしてます。そういうんじゃなくてさ。見合いが決まった女の子って急に大胆になって誘ってきたりするよな。そういうんでもなくてさ。おばちゃん言い出したら聞かないし、お見合い断ってもレディーは諦めないだろうね。そうだぞお前、毎日エステとか爪生かされんぞ。お花とかお茶とかもやらされっかもしんねえんだからな。レディーはホラーが好きじゃいけないんですか？エステに行けばレディーなんですか？確かに。レディーって何なんですか？ダーリー。ねえねえ、グルメさんの趣味酔ったらって。好きな食べ物はフランス料理。ママと同じだね。あらほんと素敵な方ね。おばちゃん、これからホラービデオは1日1本にする。髪も溶かすし、3日に1回はお風呂に入るわ。だからお見合いだけは。おばちゃん、ダーリー、あの小さかったすなこちゃんがもうお見合いする年になったのよ。すなこちゃんとパパはとっても仲良しでね。ダーリン楽しかったわ。すなこちゃんと3人で遊園地に行ったり、ラスベガスに行ったり、北極にクマ見に行ったり。パパは旅行が好きだったの？そうよ。そうだ、明日北極にクマ見に行こうか。行くやった楽しみよね、お見合い。ダーリンも見たがってたものね、すなこちゃんの花嫁姿。おい中原すな子、よーく聞けよ。レディーとは優しい人のことを言う。つまり家賃を払えずに困っている人間を
見捨てることのできない人のことを言う。分かったか？分かったなら観念してお見合い。します。は？お見合いします。お見合いの仕方を教えてください。お前なんか企んでんだろ。え？だっておかしいじゃねえかよ。あんだけ嫌がってただろ。あなたがお見合いしろと。だからなんで急に変わったか言え。おめえよ、見合いするふりして油断させてバックレよってんじゃねえだろうな。違います。じゃあなんでか言えよ。なんで急にやる気になってんだよ。おばちゃんのためです。は？それにおじちゃんのおじちゃん2年前に亡くなったおじちゃんのこと知ってますか？俺が来た頃にはもう亡くなってたんだけど。小さい頃からずっと可愛がってもらってたのに。お洋服ありがとう、おばちゃん、おじちゃん。よく似合ってるわよ、しなこちゃん。大人になったらきっと世界一可愛くなるわよ。あなのに私をこんなんでがっかりさせて。それおばちゃんが勝手に期待してたそれでももうおばちゃんにはほんの少しも悲しい思いをさせたくないんです。おじちゃんのことでおばちゃんはすごく辛い思いをしてきたから。いつこちらにお戻りになったんですか？そうよ。めっ子がお見合いするの。それがいい男なの。うちの旦那には負けるけどね。タケルが生まれたばかりの頃、おじちゃんが病気になって。若年性バルツハイマー。残念ながら現在の医療でははっきりした原因も治療法も分かっておらず、症状が進めばご家族の顔も分からなくなります。進行を遅らせるのに有効な薬がアメリカで承認されています。ダーリン、お茶にしましょう。どうしたの？どなたでしたか？ごめんなさい。はじめまして、ミネと言います。ミネさんですか。いい名前ですね。ありがとうございます。ひどいわよね。一生大切にするよって言った相手を忘れるなんて。覚えてらっしゃると思いますよ。え？人は大切な記憶だけは無意識の記憶として心の奥にしまってあるそうです。犯罪心理学ですけどね。いやね、犯罪と一緒にしないでよ。彼が亡くなった時、もう一生恋なんてできないと思ったわ。でもね、ある日ばっかり彼が記憶を取り戻した時があってね、私にこう言ったの。ハニー、誰かを恋することを恐れちゃいけない。僕は恋をしてる君が好きなんだ。これからもずっと誰かに恋をして生きていくんだよ。もちろんよ、ダーリン。勝手なことばっかり言って、おかげで大変よ。日本一いい男が死んじゃったんだから。すなこちゃんにもね、お見合いでも何でもバンバンして、恋する喜びを知ってほしいの。頑張らなくちゃ、私も。おばちゃんを悲しませている自分は大嫌いです。だからおばちゃんが喜ぶなら形だけでもお見合いしようかと思いまして。
これで俺の家賃ただ確定。お前さ、明日から猛特訓開始だから覚悟しとけよ。よし、気持ちは伝わる。ヒロシ君変じゃなかったね、あんな人に。北極にクマを見に行ってきます。すなこちゃん、レディー頑張ってね。ところでスナコさんご趣味ほら、うしうし。ホラーはダメ。ちゃんとお花って台本に書いてあるでしょ。どうです、若い者同士ホテルでも。エロもダメ。ちゃんとまだまだ。バラの表情を見て。バラの素敵。血を見てうっとりしない。ちゃんと顔見る。あと10秒。清掃してみました。ゴスロリ。それじゃあコスプレだから。中原さんか。ちょっと中原さんか。北極のお土産だよ。これがアザラシの缶詰で、こっちがトナカイ。エスキモーのごちそうよ。これが晩ご飯。缶詰だけかよ。あいつ手抜きやがって。ダメ、スナクちゃんの邪魔しちゃ。は？フランス料理のお勉強してるんだから。お見合いのお相手がお好きなのよ。まあすっかりその気になってくれてよかったわ。へえ。っていうか、なんなのあんたたちその格好。店貸し切りだって言うから店員の格好するしかねえじゃんこれな。あんたたちも心配なのね、すなこちゃんのことが。まあね、まあね。お待たせしました。素敵よ、すなこちゃん。本当にレディーみたい。黙ってればな。もっと体のライン出した方がいいんじゃない？いや、お見合いだから。失礼いたします。久留米様がお見えでございます。すなこちゃん、座って。あんたたち邪魔しないで。はい。いよいよイケメン登場ね。お待たせしました。はじめまして、久留米です。何年前の写真だよ。冗談じゃないわよ。これじゃ詐欺じゃないの。詐欺だなんて中原様、お写真はどうしてもイメージが変わるもんでございまして。変わりすぎだろ。いや、すいません。このお話はなかったことに。そのハンカチ。え？猫の爪ですか？猫の爪？ご存知なんですか、猫の爪。中世の拷問道具ですよね。拷問？そのお話はまた。そうです。魔女に使われた代表的な拷問道具です。私の所有地にはヨーロッパから運ばせた当時の拷問部屋がありますよ。お嬢様に失礼でございますよ。すいません。素敵ですよね。
P&G 君なら分かってくれると思ってたよ。お前たち結構お似合いだと思ってたんだけどね。恋っていうのは自分をさらけ出して相手にぶつかるソものフトバンク僕が見守ってるから。資生堂の提供でお送りします。これが猫の爪です。うちに戻ればもっとたくさんのコレクションがあるんですが、これだけは持ち歩かないと落ち着かなくて。本物の猫の爪。コレクションの目玉はマリー・アントワネットを処刑したギロチンなんですよ。マリー・アントワネットのギロチン。素敵。あれがスナクちゃんのお見合い相手。普通持ち歩かねえだろ、拷問道具。こんなに意気投合なさるなんて神様のお引き合わせでございます。では予定通りしばらくこちらに滞在させていただくということで。はあ、すっげえ。まあもうマスターしたのフランス料理。久留米さんのために練習したんですよ、すなこちゃん。僕のため。いただきます。うん、うまい。美味しいです。本当に美味しい。よかった。さあどうぞ。またフランス料理。いただきます。おいしい。美味しいです。さあどうぞ。また。すなこさん、美味しいです。美味しい。さあどうぞ。いただきます。いただきます。いい加減にしろよ。もうやだ。美味しいよ、すなこ。あれすなこちゃん照れてんの？すなこちゃんが男に惚れるなんて。じゃあこのお話進めさせていただいてよろしゅうございますよろしくお願いします。ねえねえ、もしかしてさ、本当に結婚とかしちゃうのかな、あの二人。もしかしなくてもするでしょ。お見合いなんだから。あんだけ趣味の合う相手はそういないよ。お前らだけずりんだよ。学食で飯食えないほど貧乏なのが悪いんだろ。もうフランス料理やだ。白い米と味噌スープ。分かった、もう一個あげるよ、ほら。はい、2個ちょうだい。でも初めて見たよな。すなこちゃんが男にあんな顔見せるの。絶対反対。すなこちゃんには恭平がいるでしょ。何言ってんの？だってキスしたじゃない。いやあれは。ていうか、なんで知ってんの、お見合いのこと。あれ、もしかして電話してる？いや、恭平だって本当はすなこちゃんに恋してるんでしょ。結婚なんかしてほしくないんでしょ。少女漫画か、お前は。おい、残してるぞ。恭平が食べ物？こいつの話聞いてたら食欲失せた。つかなんかこの辺ムカムカするし。ムカムカ？それじゃつわりだろ。じゃあもじもじ。それはテレ屋さん。もやもやじゃないよ。うん、そうか。ほらそれが恋なんだってば。あ？胸のモヤモヤは恋の始まりなの。恋なんてしたこともねえし、したいとも思わねえよ。したことないの。あんな気持ちいいもの。素敵。すなこちゃんが初恋ってことね。違うっつうの。もういい、講義始まっちゃうよ。早く早く早く。何？いい恭平、それが恋よ。初恋なのよ。でもさ、すなこちゃん本当に恋しちゃってるかもよ。だからなんで俺に聞くんだっつうの。もやもやとか言うからじゃん。気づいてないのかもな、自分の気持ちに。居心地のいい部屋ですね。こちらはひろしくんとあきらくんとジョセフィーヌです。思い出すな。いや、僕小さい頃友達がいなくて、近所の工場の裏に捨ててあったマネキンをこっそり持って帰ってあかねちゃんって名前をつけてたんです。父親に見つかって
取り上げられちゃいましたけど、あの時は泣いたな。わかります。私もひろしくんがいなくなったら生きていけませんから。君なら分かってくれると思ってたよ。なんだ。なんか胸のモヤモヤは恋の始まりなの。どうした。峰さんの姪御さんって前に言ってた引きこもりの子だろ。見合いうまくいきそうなのか。峰さん自身はどうなんだろうな。恋は見つかりそうなのかな。見つかったのか。何が。峰さんの恋だって言ってんだろ。てめえ何すんだよ。適当に返事していいんじゃねえぞこら。何がおばちゃんの恋だよ。なんでもねえんだよ。危ねえな。ほらって。なんだ京平、もう終わりかい。やっぱりすなこちゃんにはウェディングドレスよね。こっちとこっち、どっちが似合うかしら。なーに、入んなさいよ。なんだよ、もう結婚式の準備かよ。あら、恭平はすなこちゃんのことが好きなの？キスをした。お前言うなよそういうこと。まあ、もしそうでも諦めるのね。すなこちゃんがあんなに恋しちゃってるんだから。だから違うっつうの。たける、よく覚えておくのよ。どんなに辛くても黙って見守ってあげるのも男の仕事なのよ。わかった。だったら最初からあのままのあいつで見合いさせりゃよかったじゃんかよ。恋すりゃいいのはレディーとか関係ねえじゃんかよ。そう？てかレディーって何なんだよ。そんなの自分で考えなさいよ。俺じゃなくてあいつだよ。あいつな、おばちゃんのために必死こいて。私のため？なんでもねえよ。恭平、なんだよ。あんたって前は無意識に人と本気で関わらないようにしてたけど、ちゃんと考えてくれてるじゃない、すなこちゃんのこと。なんなんだよ。ごめんなさい。あな、なんでもね。よかった、二人ともちょっと来て、ちょっと来て。なんだよ。何どうした。もう大変なんだよ。ちょっとあれ見てくれよ。だからあそこだって、すなこちゃんもちゃんと見て。ほら、もっとよく見ろよ。ほら、外出てさ。どれ。なんだよ、見て。どれ。おーい、大丈夫？何しやがんだよ。これで二人っきりね。は？おい。よくやるよ。何考えてんだよ。おい。ダメよ。本当に初恋かどうか確かめなくちゃ。そうだよ。もやもやを解決しなくちゃね。題して。狭い穴の中に閉じ込められた二人は。来てる。汗臭い。うるせえな。素で、どうなの。見合い手だよ。うまくいってんの。うまく。変な猫の爪とか趣味とかも合ってるしさ。あの猫の爪には使い方にコツがあって。そうじゃなくて、楽しいの一緒にいて。眩しくないから楽です。そっか。
ぜ映されちゃ困んだよ。ほら大丈夫です。しとけっつうの。やめてください。いいから何してるんですか？いや別に何もね。まさかすなこさんに何か。あなたがお見合い相手ね。おあいにくさま。すなこちゃんには恭平がいるんだから。え？もうすなこさん大丈夫ですか？今助けに行きますよ。何してんだよ。大丈夫ですか？おや、意外と落ち着きますね。ですよね。本当にいいのか？このままじゃ本当にすなこちゃん結婚しちゃうぞ。いいんじゃない？俺はお前たち結構お似合いだと思ってたんだけどね。関係ねえっつうの。しつけえな。それを聞いて安心しました。あなたはすなこさんに特別な感情を持ってらっしゃるわけではないんですね。なわけねえだろ。本当ですか？本当だっつうの。じゃあプロポーズしていいですか？あんなに気の合う女性は生まれて初めてです。あなたみたいにイケメンではありませんが、僕には有り余る愛がある。彼女を幸せにできるだけの財産もある。あなたには絶対負けませんよ。だから勝負してねっつうの。すりゃいいじゃん。プロポーズ。その言葉忘れないでくださいよ。どうぞ。魔女狩りに使われた本物の指つぶ式です。すなこさんに差し上げます。こんな貴重なものを。すなこさん、僕の家に来てくれますか？はい。すごい。結婚式明日やるんだ。すなこちゃんには内緒よ。久留米さんがサプライズで喜ばせたいって言うから。しかもこんな急に。おばちゃん嬉しくないの？嬉しいけど、娘を嫁に出す親の気分かしら。失礼いたします。あ、中原様、ちょっと打ち合わせよろしいですか？そういえばおばちゃん結婚式終わったらまた出かけるのかな？うん。知り合いの王様に招待されてるって言ってたよ。バツイチでいい男なんだって。美人の王女とかいないかな。でもタケルは寂しいよな。おい。え？明日の結婚式は本当に楽しみでございます。あ、いけない。手帳持ってきますわね。どうぞ。いやでも僕たちがいるしね。みんながいたって寂しいに決まってるじゃん。ママの代わりはできないんだから。ごめんなさい。でもママは僕よりずっと寂しかったと思う。パパは外国で治療してる間もママは一人で頑張ってきたんだと思う。でも僕はもう大きくなったからママを見守ってるんだ。僕がママを守るからね。それが男の仕事だから。うん。男だもんね。うん、男になる。
フランス料理しかねえのかよ。おのれ魔女め、正体を表すがいい。ああ、なんだこいつ。おやらしごめん、続けて。見ましたね。見たけど個人の趣味だし。須奈子さんに言うつもりですね。は？邪魔はさせませんよ。あいつにもやらせるつもりだったのかよ。夫婦になるんです。何か問題でも。問題だろ。結婚なんかさせねえかんな。やってしまいなさい。は？お目覚めですか、須奈子様。お支度をさせていただきます。支度？これは驚いてくれましたか。サプライズウェディングです。ウェディング？須奈子さん、プロポーズを受けてくれて本当にありがとう。何人いんだよ。遅いな恭平。電話も出ない。やっぱり辛いのかな。待ってください。怖がらないで。うちに来れば僕のコレクションは全て君のものだよ。全て。もちろんマリー・アントワネットのギロチンもね。猫の爪、マリー・アントワネットのギロチン。それでは誓いの口づけを。猫の爪。ああ、もうキスしちゃうよ。いいのかよ恭平。猫の爪、マリー・アントワネットのギロチン。ずっと一緒ですよ、須奈子さん。ちょっと。立ち上がるこの変態野郎。恭平、早く逃げろ中原須奈子。何？そうはいくか。いい。もっとぶってもっとどうすかと思ったらド M かよ。
ちぎれ拷問道具なんかに目がくらみやがって。お前なんかなスナコじゃねえ、ぶつけてブスラコだ。こらブスラコ、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 ブスラコ。行くぞブスラコ。ほらスナコちゃん。やばおばちゃん、これはね。なんてかっこいいの。きりねえな。行くぞ。やったね恭平。あの二人スナコさん。だから最初から全部黙ってればよかったんですよ。調子に乗ってあんな道具など持ち込んだりなさるから。聞き捨てならないことをおっしゃるわね。肝心なところを隠したまま私の大事な姪っ子と結婚なさるおつもりだったのかしら。だって言えば断られるじゃないですか。私もまだまだね。こんな男とスナコちゃんを結婚させようとしていたなんて。もう諦めるのは嫌だったんだよ。いつもいつもあの趣味のせいで嫌われてお見合いもダメになって。ダメになってきたのは趣味のせいなんかじゃないわよ。恋っていうのはもっともっと自分をさらけ出して相手にぶつかるものなのよ。だからこそ素敵で、だからこそ命がけで、だからこそかけがえのないものなの。まず自分を好きになってあげなさい。臆病にならずに前を向いて素敵な恋をしなさいな。お前もう少しであの変態と結婚するとこだったんだろ。別に結婚するつもりなんてありませんでしたけど。だってお前あいつとプロポーズ受けたんだろ。うちに来てくれとは言われましたけど、マリー・アントワネットのギロチンを見に行くのかと。じゃあフランス料理なんだよ。おめえばっかみてえなあいつの好物ばっかり作ってたじゃんかよ。あれはおばちゃんのために。は？フランス料理はおばちゃんの大好物ですから、喜んでもらいたくて。なんだかすみません。なあ、分かったよ。俺のモヤモヤの理由。今頃すごいラブシーンだったりして。見たい長編のラブシーン。やっぱり日本人は白い米にお味噌汁エンドナット。米ナット。お前ら分かったぞ。俺のモヤモヤの原因、フランス料理ばっか食ってただろ。胸焼けしちゃってたみたいなんだな。これが胸焼け。ひじきうまっ。バカ。なんなのよそれ。でも見て。
本のレディー。山津なでしこ。おかわり。あなたにとって大切なのは、あなたがあなたであること。どうしたの？ちゃんとしろよ。話したいことあんだろ。おばちゃん、ごめんね。私こんなんでがっかりさせちゃってごめんなさい。私おばちゃんのこと大好きなのに。バカね。そんなこと考えてたの？私の方こそごめんね。あんな男とお見合いさせちゃって。どんなすなこちゃんでも私にとって大切なすなこちゃんよ。世界一可愛い私の姪っ子。生まれた時からずっと愛してる。おばちゃん。よかったね、すなこちゃん。ってことはレディーにはならなくていいってことか。甘いわよ。レディーにはきちんとなっていただきます。っていうか、レディーって何なの？何なのかしらね。はあ？でももしかしたら世界一いい男と恋に落ちた時、女の子はレディーになるのかもしれないわね。わけわかんねえし。ママ。僕、管理人さん頑張るから、ママも早く素敵な恋見つけてね。僕が見守ってるから。ありがとう、タケル。いい男ね。パパにそっくり。じゃあまたね。ママ気をつけてね。やばい。台風みたいだったね。これでやっと平和になるな。忘れてた。ハッピーバレンタイン。そうだった。もうすぐあの魔の季節が。今年こそはもらってもらうわよ、愛のチョコレート。チョコレート。いやバレンタインに失恋して自殺しちゃった子らしいの。取りつかれちゃったの？特別なんだろ、すなこちゃんのことちゃんと認めろよ。特別なんかじゃねえよ。黙れ。どうしてくれよ。すなこちゃんの体を返せ。この番組は暮らし感じる変えていく P&G、 いたずらにこの女の心をかき乱しやりたい放題。トヨタ、だけに見えるんだよ。だって好きソフトバンク、すなこちゃんのいいところだって言ってんだろ。資生堂の提供でお送りしました。バカだ。話がある。